今回は次のパッチであるパッチ 13.16 の情報をまとめていこうと思います。まず最初はシステム周りのアップで、ショップのハイライトがボードを常に考慮するようになるというアップデです。ちょっと言ってる意味がわかりませんが、ベンチのユニットで光らなくなったってことですかね。次はポータル。ヨードルポードルがフレッシングアリーナに名前が変わって、地域がバンドル式からのクサスに変わるみたいです。バンドル式のポータルが多かったので、ちょっとした調整って感じですかね。旧柱の広間はゴールドの獲得量が減って、星2ユニットのコストがステージだったのがステージ-1に変更になりました。今までボステでボコスが出たりして急に盤面ぶっ壊れてたりした事故がなくなった感じですね。次は不安定なリフト。ランダムなアイテムを毎ラウンド生成するっていう効果ですが、この効果からブルーバフが削除されました。もらえると強さが跳ね上がるユニットがいるので消した感じですかね。そして最後、ラクター、ステージ4の鳥ですね。あの鳥からもらえる報酬が金床になるみたいです。これは理想アイテムが作りやすくなるので、もしかしたら TF の価値が下がるかもしれません。次は特性です。デマーシアはデマーシア7以上の時の防御が下がる代わりに、アイテムの生成数が1個増えるようになりました。これが強いかどうかと言われるとちょっとわからないので、一回試してみたいですね。ガンナーは4と6がバフ、副将者はナーフ、シャドウアイルは2がバフで6がナーフ、シュリーマは超越した時のヘルスが増える量が 3% 増加、さらにシュリーマ7でのボーナスが 5% 増加。これ意味あるんですかね。ゾーンはアダプティブインプラントがバフ、エクステック外骨格がちょっと大きめのバフ、デバフの削除範囲が炎上とか重傷とか防御低減とかマナリーブにも及ぶようになりました。ただヘルスが回復した時に周囲にダメージを与えるという効果があるのですが、サイオンの復活時に魔法ダメージを与えていたコンボが削除されました。ロボティックアームは発動確率がナーフ、不安定なケミタンクはオーバーチャージ時の爆発ダメージがナーフです。次はユニット。ケイルのダメージがバフ、その代わりに波動のダメージが減少しました。ただこれは3回ごとに与えるダメージが21下がって、毎回与えるダメージが9上がったので、対象に対しては差し引きプラス6。レベル9になってからは弱くなりますが、レベル8の間が若干バフなので、ちょっと使いやすくなったんじゃないかと思います。とはいえ、9レベル時点の強さがだいぶ減るので、一応これはナーフ扱いかなと思います。6レベル、8レベルの勝率が少し上がりそうなのは嬉しいですけどね。サミーラはダメージは上がるけど、防御力の減少効果がナーフ。マジで不快だった防御減少効果がようやくナーフされました。しかもアーマーが0未満にならなくなったみたいです。ちなみにこの数値、星2の時点で25から15に減らされていますが、ノクサスで AP が20くらい上がっていたので、実際の数値としては30から18くらいへの減少となります。今考えると30っていかれてますね。ぶっ壊れです。ポッピーはノックアップがより安定して大きな集団に当たるように調整されました。オリアナはスペルゴの通常攻撃が早く出るように、そしてビエゴは防御力が上昇しました。アッシュは AS が上がり、マナがナーフ、そしてダメージがバフされてます。これでアッシュリロールが出現するかどうかと言われるとちょっと怪しいですが、面白い調整だと思います。クレットは AS の増加量が上昇、ガリオはスキル使用中のダメージ軽減量が 5% 増加しました。これ 5% ですけど 20% から 25% なんで、上昇量としては 1.25 倍なんですよね。なのでかなり大きなバフだと思います。スウェインはナーフ、まあ当然ですね。ただ星3の時のヘルス増加量が50増加したので、星3構成での強さが少々上がるのかなと思います。タリアはダメージにバフ、そしてティーモもダメージがバフされました。ティーモはとにかくダメージを出すのが遅く、アーゴットやタリックなどのシールド持ちユニットのシールドが貼られる前に倒しきることができなかったユニットですが、この変更によってかなり戦いやすくなるんじゃないかと思います。ティーモはガリオをフロントとして使う形が強いと思っているので、それも相まってティーモ構成に光が当たることがあるかもしれません。ガレンは星1と星2のタイミングでバフ、ソナはスペルが当たった味方の AS が増加するのですが、それがバフされました。この2つの変更はガレンリロールの復権を意味するかもしれませんね。カリスタもバフ、ベルコズは大幅なバフが入ってます。ダメージが増加し、ミサイルが対象を追尾するようになります。かなり使いやすい変更だと
うので、おそらく副将者が全体的に使いやすくなるんじゃないかと思います。アフェリオスは結構でかいバフ、シェンはややナーフ、ラックスは0未満に魔法防御が下がらなくなった代わりにダメージを素早く出せるようになりました。0未満に下げられなくなるのがどれくらいの影響をもたらすのか分かりませんが、もしかしたら軍師アジールに向けての調整かもしれません。アーゴットはシールド量もダメージも両方ナーフ。これはおそらくゼリの失墜を意味すると思います。ヤスオはヘルスが上がりダメージも増えますが、ラピュファなどで射程が伸びてもスキルの射程が伸びなくなりました。ラピュファ持たせて1回目のスキルで後衛を切り刻むということができなくなりましたが、正直ラピュファを持っていたところでダメージが微妙に足りずに倒せないことが多かったので、これはシンプルにバフだと思います。アジールはバフ、ダメージにして10しかバフされてませんが、通常攻撃3回ごとに全ての兵士がダメージを与える仕様なので、ダメージとしては30くらいのバフかもしれません。もしかしたらアジールの復権かも。ゼリはかなりナーフ。スキルの持続時間が9秒から8秒になりました。今でもアート切れたかとなることがあったので、それがもっと頻発するようになると思います。多分かなりしんどいナーフなんじゃないかと個人的には思っています。エイトロックスは変身時間が伸びて、代わりに死んだ時に与えられるヘルスの量が減少。さらに復活モーション中は無敵になるみたいです。これはエイトロキャリーがはかどる気がしますね。なんなら今でも十分に強いので、これはエイトロックス全然あると思います。ベルベスはかなりナーフ。正直 13.15 でもあんまり使い物にならなかったと思ってるので、もうオワコンだと思います。アーリはスキルの要素全てにナーフ。はっきり言って 13.15 が面白くなかった元凶であるアーリがしっかり処罰されたので、13.16 はかなり期待しています。ハイマーの自動修復が時間は7両固定になってしまうけど、代わりに防御力がもらえるようになります。これはタンク性能がめちゃくちゃ上がると思うので、トリスリロールとかケイルリロールとかの足りないフロントを補ってくれるんじゃないかと思います。メカ弾幕はナーフ。7本出ていたロケットが5本に減らされます。どれくらい影響があるのかは分かりませんが、今までみたいに全体に影響を及ぼすということがなくなるんじゃないかと思います。ちょっとしんどめのナーフかも。バンドルシティのライズは大幅強化。召喚されたユニットがライズのスターレベルに引き上げられるようになりました。多分めっちゃ強いです。アイオニアライズはナーフ。ターゴンライズはバフ。フィルトーバーライズもバフ。ゾーンライズはナーフですね。フィルトーバーはかなり強かった印象なので、ここバフするんだと驚いています。セナの攻撃速度がナーフ。サイオンは復活後により死にやすくなりました。サイオンちょっと強すぎたので妥当な修正かなと思います。次はアイテムです。シマースケールのアイテムすべてにナーフ。そしてオーンのアイテムであるデスギファイアンス、トリックスターにナーフ。ゾーニャはバフです。ゾーニャは正直誰が持つんだってアイテムなので、このバフはよくわかりません。次はオーグメントです。オーグメントは数が多いので気になったものだけピックアップしていきます。アセンションがバフ。これによってブラッドミアー・フェリオスが強くなるんじゃないかと思います。そして投資利益などのリロールしたら報酬がもらえるオーグメントにバフ。これかなり強くなったんじゃないかと思います。リロール構成やるなら引いてもいいかもしれませんね。副将者のオーグメントである完全反復がめちゃくちゃバフされてます。副将者そのものがナーフされてる代わりにこちらをバフしたんだと思いますが、とんでもないバフの量なのと、ティーモやベルコズ、スウェインの星さんがバフされてることを考えると、おそらく副将者強いです。オレソルの3つ目のオーグメントはナーフ。このナーフは地味に痛いですね。レベルが9になった後のリロール回数が減るってことなので、ファスト9はちょいしんどそうです。さあ、ボスがバフ。腹筋するとデバフが解除されるようになり、より強くなりました。サミーラで下がった物理防御とかがマックスまで戻るってことなので、かなり強くなったんじゃないかと思います。次はバグ修正です。こちらも気になったものだけピックアップします。セナとサイオンがスキルでモレロを付与できるようになりました。今まで付与できてなかったのはバグだったんですね。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。